はい、どうもはじめまして、バンプです。今回はプレステージを回すんであれば、見ておいた方がいい動画になっております。これを知っておくだけでプレステージ回すときに楽になるのかなと思います。今現在ね、プレステージ。はい、一番右の方に行くとプレステージ出て、1と2こうやってね、見れるようになってると思います。とりあえずね、プレステージを回すには条件があります。キャラクターレベルの55だったり、カッパタスク。だったり、そのカッパタスクの後にね、55レベルになって出てくるフィギュアを全部納品しろっていう、タスク2つあるんですが、それプラスでね、スキルがね、筋力20、持久力20、カリスマ20、あとはハイドアウトが、2、3、3、そんなになればいい。あと、プラスアルファでルーブルが2000万ルーブルいりますよ。以上ね、これの条件を満たすとプレイステージを回すことができて、ここにね、ある報酬がいただけるということなんですが、プレイステージをね、回したいと思ってる方は、スキルのカリスマというものを重視してあげてください。これ、今、カッパタスク取って、もうね、プレイステージ回せるよ、もう回す寸前までね、来てる方たちがいっぱい周りにいるんですが、その人たちが一番困ってるものって、スキルのカリスマなんですよ。なんで今回はカリスマのスキルの効率のいい上げ方を紹介していきますし、ここをね、今から意識してレイドとか出ていると、後半ね、このプレイステージ回すぞという時に困らないのかなと思います。で、今ね、こういう風な動画を撮ろうと思ったのは、カッパとかも全部撮り終わって、条件があとカリスマだけね、20レベルになればプレイステージ回せるのにっていう方がめちゃくちゃ多いんですよ。で、カリスマって上げるのがめっちゃむずいんで、こんな感じで、上がる時も、プラス3とかかな。1レイド行ったり、もうそんな感じで上がっていくんですよ。だから上げることがね、すごい難しいんで、今回はね、今から意識することによって、カッパ取るまでにカリスマをできるだけ上げとけるというね。今回それもね、紹介していこうかなと思います。で、まずね、カリスマのスキルの上げ方を詳しく紹介していくと、ここにある知覚、注意力、知性。このね、3つの 20% の XP がカリスマに行くという感じになってます。だから、ここで得得したスキルの 20% がカリスマが上がっていくってことだから、ここのスキルより5分の1遅いんですよね。どんどん上がっていく。だからそこの総合が、ここに反映されていくという形になっています。この知覚と言われるものに関しては、レイド内で戦利品を自分のバッグとかイベントに入れた時に経験値が右下に出ます。それを入れた時に、ここのね、知覚という経験値が上がっていってます。書いてあるね、戦利品を感知する範囲があってっていうか、自分のカバンの中に何かを入れたら、ここの経験値がもらえますよ。っていう感じで上げていくことができます。次、知性の方から紹介すると、この知性に関しては、武器を修理するとき、アーマーリペアだったり、ウェポンリペアを使って武器を直したときに、ここの知性っていうものがどんどん上がっていきます。はい。ここ覚えておいてください。ここのね、注意力。よくね、アテンションとか言われる注意力。ルート。サーチするときの経験値になっていて、調べるで、カバンの中を調べたりするときに、ここの経験値がどんどん上がっていくよというシステムになっています。なんでね、これがレベル上がるっていうのは物色するスピードだったりね、アイテムを調べる速度が上がっていくんですが、これを全体の経験値の 20% がカリスマに行くという形になっています。なので、カリスマは20レベルってもうかなり遠いんですよね。だからカッパ取るまでに少しずつ、この後教えることをやっていけば、カリスマが効率よく上げていけるのかなと思います。実際ね、そんなこと言われてもどうすればいいのかってね、わからないと思いますんで、紹介していくと、まず一つ簡単なのは、アーマーリペアだったり、アーマーウェポンリペアで、修理することが一番早い上げ方になっています。フェンスの方で、武器を指定して、こんな感じで武器を買っていきます。フェンスの耐久値って絶対削れてるんですね、ある程度。これを買って修理していくっていうやり方になっています。みんな買うの早いんで全然買えないんですよ。売り切れだったりで。なんで、武器のところに行って、この検索のところで状態っていうのがあるんで、これ 60% ぐらいで OK してください。で、この状態で、60% 以下のものが全部出てきます。こんな感じでずらーっと。で、今カリスマレベル上げてる人たちが多いので、もうこんな高いんだよね。削れた武器とかでも。ほら、こういうのでも一瞬でね、買われちゃったりするの。ほら。8万とかだよ。ほら。こんなスカブが持ってる武器でもめっちゃ高く売られてます。今、売買されてます。で、一瞬で売り切れる。ほら、8万。さすがに20万売れないんじゃないかな。うん。でもこんなもんでもこんな高く売れんの。やばくない今。
からスカブの武器でも持って帰っていれば、今フリマで金策もできるっていう感じになってます。で、もうみんな気づいてやり始めているので、もうこれは遅いということなんで、まあちょっとずつ武器を、スカブ倒した時にスカブの武器を持って帰ったり、カバンいっぱいにスカブの武器を持って帰ったり、削れてるプレートがあったら削れてるプレートをカバンの中に敷き詰めて持って帰るというのが、まあ一つの案なのかなと思います。そして、まあリペアで武器を直す。まあこういうのだったら、修理、これ。をすると、どんどん増えていくという感じです。で、これ修理した時の1万ルーブル、想定として1万ルーブルを消費するごとに 0.4 増えるとされています。もう一つ、やり方があって、こんな感じで、レイドに出るときに保険にかけます。まあ、適当にここ今抜いて、保険。すべてのアイテム保険。はい。保険をかけたら、ここ、20万ルーブルを消費ごとにカリスマレベルが 0.4 付与されていきますということなんで、カバンパンパンに、もうボロボロで今リペアで、武器リペアで直したものを意識詰めて、全部を保険かけて、また売るっていうやり方をすれば、一応お金はかかるけど、カリスマレベルは効率よく上げていけるよという感じになっています。はい、じゃあ次ね、ハイドアウトに行きます。上げ方としては、ここにあるスカブケース。これを1回送るごとに、0.4 のカリスマレベルがゲットできます。なんで一番効率のいい何分 ?30 分ぐらいで帰ってくるやつをずーっと回してあげる。そうすると 0.4、0.4、0.4 ってずっともらえるので、まあ、そのやり方も一緒にやると、カリスマレベルが上がるのかなと思います。はい、ここにね、まだ休憩スペースがレベル3にならないとダメなんだけど、本棚とね、いうものがあります。これ作れる方は早めに作っといた方がいいです。これね、得られるボーナスが、プラスでほら、追加経験値プラス15と、スキルグループの獲得経験値が 30% プラスされるんですよ。めっちゃでかい 30% は。なんで、これを作れる人はもう早めに、作っておいた方がいいです。まあ、上がり幅は全然変わってくるので。はい、以上ね、これだけ知っておけば大丈夫かなと。ここのレイド外でできることはこんなもんです。言ったらまあ、本当に安い武器を買って、修理してあげる。あとは保険をかける。保険を20万ルーブルごとに 0.4 もらえていくから保険をかけて、だったり。スカブケースをずっと回してあげる。そうすると、このね、カリスマレベルが、レイド外でね、どんどん上がっていくと思います。それプラスでね、レイド内でやる方法としては、はい、レイドの方にやってきました。レイド内でできることといえば、もうほんとね、スカブを倒して、スカブのアイテムを拾うということなんですよね。これは今、プレステージ回したい人は、今からでも、カッパとかも全然取ってないけど、今からでもやっておいて損はない行為になります。あ、スカブちょっといるかな。だから、スカブを倒したら、カバンを一回自分のカバンの中に入れるとか、リグをカバンの中に入れる。もうそれだけでもね、経験値もらえますし、サーチもする。まあ、サーチを中までね、サーチをすればもっといいんですが、多分全然いない。まあ、こんな感じでスカブがいたらスカブ倒します。漁るときにもうこんな感じで一回ね、武器を持ってしまうとか、こうやってね、一回自分の中に入れてしまう。もうこれだけでも全然大丈夫です。で、プラスアルファ、漁るとなおよし。こうやってアーマーとかも入れて、こうやって落とすだけ。もうこれもね、全然落としてあげる。とか、もうこういうのは持って帰るみたいな。カバンの中に武器はどんどん入れて、持って帰るみたいな。ことでも全然いいですし、もう耐久値減ってるんでね。今耐久値減ってる武器ってめっちゃ高く買い取られるんで、ね。はい。まあ、これをするだけでスキルってだいぶ変わるんですよ。見ていったけど、カリスマ、これで 0.83 上がる。これをマイレイド、ちょっとずつやっていくだけで蓄積されていくんですよね。はい、こんな感じ。はい、入れる。はい、まあ、一回入れてから、もうこう捨てていいです。こういうのも。まあ、入れるだけでも。で、まあ、朝って、一回入れちゃって、はいはい、もう捨てる、みたいな。これを習慣化すれば、1レイドにプラス3ぐらいいくんですよね。普通にレイド出てて。だから、カッパタスク取るまで、レベル20近くまではいってると思う。18とか19まで。そこまでいけば結構ね、楽なので、それで気づかずに今回みんなね、カッパタスクまでやってる人はカッパ取ってから55レベルになってもまだね、レベル15だったりして、5レベルそこから上げないといけない。もうずーっとね、リペアで直してるみたいな。そういうこともあったりしますんで、結構大変なんで、今からでも、目指してるっていう方は、
スカブを見たらしっかりスカブのバッグの中に入れてみたりとかやるといいのかなと思います。はい。しっかりね、こういうのやっていくだけで、僕も結構ね、カリスマ上がるようになったね、これで。あとは保険を絶対かけよう。俺保険かけない人なんですけど、ちょっとそこで悲しいなと思った。保険をだって20万ルーブルの保険ごとに 0.4 上がるんで結構でかいですね。あとはまあスカブケースを頑張って早めに作るってことが大事です。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしたらまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも